天ぷらでも相手を翻弄させる力を持ってる。野菜嫌いの人が野菜好きにさせる。言いますよ、結構。野菜嫌いの人が、ね、天ぷら、この天ぷらで美味しく、低くなったと。大体料理、天ぷら職人で、人のものばっかりするんですよ。自分のアイデアがない。僕はいろんなアイデアを出すんだけど、例えば、そら麺もああいうふうにこう食っても私が考えるもの。すべてそういうものは、ほとんど私が考え出したもの。それをみんな真似してるだけ。茨城の北海道の契約農家のホワイトアスパラガス。美味しい条件ですから、まあそれぞれはあるんですけども、まず素材の香りがすること、それからちゃんと歯ごたえがすること、それでいて美しさを出すこと、それが最大の3条件ですね。一番簡単なのは、天ぷらというのは素材を上げることによってその素材を変えてあげる力をもたらした意味がないんですよ。だから変えない、例えばアスパラだけの匂いだけじゃなくて、それをうまみを出させてあげることが天ぷらの、要するに天ぷらの持っているとか素材の持っている本性を出してあげることが一番大切なことなんです。曲がっちゃいますからね。前まで。これが小柱、青柳の小柱。みんな生きてる小柱。これでしょ、叩きますよ。これ生きてる。あ、生きてる、いいですね。これないとダメなの。ないと、かき揚げは。6枚でしょ。3、6、18、18。18枚？責任持って頑張ります。
はい、すみません。ありがとうございます。こんなたくさん買う方あんまりいないんですか？いや、一人もいない。一人もいないですか？拳銃って弱いから、はい。本物のいいものを入れることがなかなか見て買う人も少ないんだけど、それをどんどん良くしてあげるために我々は買ったり、そういうことです。金も、ここは金持ちじゃない。いやいやいや。海よ、海よ。使わないんだよ。あ、うに危ない危ない。ああ、これはスミイカっていうイカです。でかいの、まあ、社長、青りの大きいのあるのかないあ、ない。それしかない。それじゃあ2個ちょうだいよ。青り2枚。本当は2キロぐらい欲しいんですよ。2キロ。まあ、トレス漁のトレスは昨日来たんだけども、一昨日来たけど、今日はもう、まだこれからはもうスミイカからアオリイカに変わっていくんで、スミイカがちょっと痩せてくるんで、その今度はアオリイカはちっちゃいからね、本当は2キロ以上の方が欲しいんですよ。昨日は 2.7、だけど最低でも2キロは欲しいやと。なんで大きい方がやっぱいいんですか？緑がいいし厚みもある、うちにある厚みになるとか、そういうのが全部必要なんで、まあ、今日はスミイカの方がまだいいから、一応買ってみて様子見ようと。値段ね、すいません、ありがとうございます。はい。じゃあ今日はなしで。はい、すみません。養殖のアワビはね、まだ岩ガキは来ないのね。天然で、天然だ。養殖、フランス料理。養殖はダメだ。はい、定年の。アワビはもうゼロだけど。すみません。それを大きいと大きいかばない。なるべく大きいね。ただ生き物だから、あんまり手をなさけど。今これから夏になんで、夏の牡蠣って岩牡蠣ってあるんですよ。はい。それは場所がいいところでは変わらないんですよ。まあこちらでいうと一つは大洗ですからで、もう一つは富山の岩牡蠣をあったと場合に買うと。どこでも牡蠣がある位置じゃなくて、指定をしてるわけです。そうしないとなかなかいいのが来ない、中身がしっかりしてないんで。1000円。0.5、900。これが9枚。結構すごい。ありがとうございます。お金がないですよ。お金、いやいや、そんなことない。社長が。社長がね。そうそう、引っ張っちゃった。俺はって近藤さんに無理はさせたくないんだよ。鼻水出ちゃう。なんか違うな、話が。全然違う。心がこもってない。そうそうそう。はい、どうも。どうもありがとうございます。おはようございます。姫を一つ。はい、姫だけの。はい。姫だけ。そうだ、大きさはママ。はい、この L。はい、で、これで。はい、はい。調子に。今、千葉だな。千葉です。これだけ。そう、美味しくなってもね。はい。あとは、果物。はい。大きいのがとちおとめだったんですよ。はい。あとはとちあいかがあったんですけど、まあ、やっぱりお尻白くて。じゃあ、それ、ちょっと待って。はい。あとはさくらんぼ。はい。ポンポンと音がいい。いいのかな。鈍いよ。はい。わかるよ。はい。
じゃあ今日はそれで終わりですね。はい、はい、どうも。どうも。近藤さん、すみません。ありがとうございます。エンジンかかってもね。で今ね多分戻ってきました。戦場っていうのも本当に何もなくてね、本当にもう我から言いますとネタもやっぱり三流って言って失礼かもわかんないけど、そのぐらいのネタでしたね。それをどうにかどうしてやるかと買う人がいないんですよ。だから我々は買ってあげることが必要でしょ。そういう人がいないといいものって置けないんですよ。だって置いたって出ないんでね。でそれをいいものを置かすことが必要だったんで、みんなああいうのみんないいものを置きますよね。いつか分かんないいいものって。毎日、僕毎日言ってますよ。台風だろうがなんだろうが。養殖はなんでダメなんですか？養殖はやっぱり身がだれてきちゃう、一日が経つと。そうするとそのまま美味しいけど味がやっぱりないんですよ。香りって言うんですか、やっぱり香りが全然違う。だから天然の鮎と養殖の鮎とは全然違いますよ。あれが一番いい例ですよね。素材物によっては高級お金を多く出せばいいってもんじゃないし、その素材のいいものを見つけてくることが必要ですね。ただ今見たこの世の中ってなかなかいいものが少ないんで、だから値段が上がっていっちゃった現実ですけどね。だから高級食材だからそれが全ていいってわけじゃないですね。ただその中でやっぱり我々は本物をめがけてこう見ていく。例えば小柱見まして来てますよね。小柱があれが死んではもうダメなんですよ。僕ら見れば分かるけども、これ実際見て分かんないから叩いてあげて、うちのもんだからいいでしょと。結局お客さんにいいものを配布してやるためには僕らの目を確かにしなくちゃいけない。目利きっていうのは人見てこういうのでこれ見てたら目利きじゃないんですよ。見た瞬間にこれいいか悪いかってもうすぐ判断ができなくちゃ目利きにならないんですよ。手を取るってことは相手に失礼なんですよ。あったくなっちゃう手が。だからそういうことはできなくしない。で見てきて我々の食感で感触でそうやってやっていくことが我々の仕事なんですね。なかなか目利きってみんなこう見る人いるから目利きじゃない。俺から言うとそれはもう三流だよねって。エビだって1枚合わせるんですよ。それ決してランチのものを使ったらそうしない。本物を使ったけどすべて。
後ろに貝がついてる時があるんで、あとはたまにプラスチックとかも入ってる時があるんで、それを取ってるんですよ。それがそうかき揚げなんですけど、お客さんの口に入ってたらもうダメなんで。で、団子がかかると音がしなくなるから、それで大体 OK。ここはまだ5ヶ月経ってないですけど、今年から入ったんで、もともと前の職場はなんて言うんでしょう、天ぷら専門ってわけじゃなかったんですよね。前の店で料理作った時に天ぷらを1回やったんですけど、時間が経ったらすぐ衣もべちゃってなっちゃいますし、油切れも良くないし、全然うまくできなかったんですよね。今の YouTube とか見たらこういろいろ作り方ですね、載ってるじゃないですか、見れるじゃないですか。で、本もありますし、それこそ近藤さんの YouTube もいっぱい上がってるんで見たりしましたけど、やっぱり実際見てやるのといろいろ教わってやるのって全然違うじゃないですか。でも見ても全然わからないんで、だったらもうこの業界に飛び込んじゃおう、そこから勉強した方がっていう経緯ですね。今日は朝買った普通大体こういうの含ませておいんだけども、これで味付けといて、これでこう浸すってのはうちはそうじゃなくて、これを煮ちゃうんです。それがね、結構ね、煮って難しいんですよ。柔らかくなりすぎてもいけないし、それでその前にこうやった時に一瞬の間に何がちょっと足んないかってことで判断する。甘みは OK。これではもうちょっと柔らかくしてやるんですよ。煮るってことはまた味が大変なんですよ。僕は和食をずっとやったことだからね。今の時は和食総理長だったね。和食を全部やってるから。誰も上がいないから楽ですよね。だから今から35年前、これが最初オープンの時なの。これが最初の店だ。いや、これが1億2000万かなとか。10年で1億6000万返ったから大変。女房さんに2人だけど、でも頑張って。初めこう3ヶ月の最初は300万、200万とか、そういう、ね、そこで400万以上売り上げないとペンにならないんで、それからその3ヶ月過ぎから売り上げが500、600、700、毎月積んだから。で、僕は山のホテルって言ったけど、山のホテルは前使ったことないんです。全部開拓してきたから、ね、そうしてだからみんなに「なんでこんなこと黙ってんだよ」みんな言ってからいいのですけど、いやこれ山のホテル取るとか嫌だから、そういうこと出してだから自由にやりたいというその考え方。太白というごま油ですね。太白が3、太閤が1。太閤というのは切ったごま油の最初のバージンオイルで、これをだいたい3対1で入れるんです、うちは。胃に対して優しい抗酸化作用となんですよ。それがあるんですよ。ごま油が非常に体にいいってその部分で、だから持続力が長い。特に太白っていうごま油は胃にもっと優しいんですよ。いらないんだよ。
太鼓とはどうしてこれ入れるかというと、穴子とかしっかりカリッと揚げるものを必要なのにこれを使うわけです。この油は決してうち専用の油じゃなくて売り出してる油ですよ。ところが値段が高い。これ1缶が22,000円。だからみんなこれに綿実を混ぜてほとんどですよ。半分ずつとか。こう値段から言えば普通は5、6万とってもいいんだけども、そういうことじゃなくて、みんなに天ぷらを好きになってもらいたいというのが僕の希望であり、健康だってもらいたいというのが計画だから、そういうことは一切しない。3分の1、このぐらいも十分ですね。あまり中だと温度が上がりにくくなっちゃうんで、もうこのぐらいで十分ですね。で、我々一番天ぷらの一番ダメなのは、温度を下げちゃったらなかなか上がりにくいんですよ。だからそれを下げないように絶えずしていく。だからうちは2つのダメを使うわけです。こちらはほとんど入れるときにこう温度が高くするわけですよ。190度、180度とかそういうものによって。ということは、物を入れると落ちるでしょ、油が。それを保つために、170から105度の温度に入れ替えておいてやって、どんどん入れていった。まず卵の水の作り方から。でこれに約大体お水を2リットル、大体 500cc に1個って形だけども、これは冷蔵庫で冷やしたお水で5度ぐらいのあれですね。氷なきゃいけないんですよ。氷入れとふやかっちゃうんで、氷ってのは一番良くないんで、卵を4つ入れます。これをかき回すわけです。そうするとこの泡が出ますよね。この泡がたくさん出ないといけない。この泡が出ることによって、この泡っていうのは白身が溶けてる泡なんで、我々ってこの泡って邪魔になっちゃう部分がある。泡ふわふわしちゃうんで、だからこれを一回そぎ落とします。中が本当にそういう白身が取れてるか溶けていくかっていうのをね、ずっと言うと白身ほらないです。どうですか？ないでしょ。だから溶けてる。これ泡で分かる。目印よ。だからこれを水から入れるのは分かりやすい。白身っていうのは成分をこうくっつける役目、メレンゲってありますよ。黄身ややかったってやはりくっつけませんからね。だからそれがうまく要領を使うわけです。天ぷらで。でこれを最後こうかき回しあとグルテンできやすいんで、かき回さないようにしてこう混ぜるようにして叩く。ダマは完璧に取っちゃうとグルテンができちゃうんで、あんまり取らない方がいいんですよ。だからこうやってダマがあった方がいいんです。じゃあエビをお願いします。今この辺の温度は160度ぐらいですよ。だからこれを180度に持ってくエビの場合、まずエビの足をでシャーッと落としますよね。これが理想的な温度ですね。揚げすぎたらまずくないです。逆に生っぽかったらよくない。中の芯の一部をちょっと生にすることによって美味しいから。その揚げた時にその中の余熱がスーッと取っていくような天ぷらを求めている。ホワイトアスパラ、これが170度だから入れます。これが180度だとホワイトアスパラが赤くなってきちゃうんですよ。要するに温度が高いと焦げるじゃないけど、ホワイトの色を黒くしちゃったら値打ちなくなるでしょ。この中水分量が非常に多いんで、切ってみると後で切りますから、そうすると中のアスパラの水分が出てきます。それが味であり香りである。それから食べてしっかりした歯ごたえが必要なので、揚げ方もそのようにミラッとしちゃいけない。このぐらいですね。これはもう OK ですね。どうですか？切る瞬間にやっぱり中から水分が出ます。どうですか？
水分見えますか、キラキラです。だから火にちょっと黙るでしょ。これが最高です。こう揚げて、それが中から温まって、要するに蒸している状態で水分が出てくる。天ぷら揚げすぎちゃいけないんで、水分白いとかいいんじゃないですかって言ったら、天ぷら蒸し料理そこから今どこでも使ってますけどね、そのことは私が考えたものだから私まあ野菜と似てるますよね、この温度は。キスってどうしてもこうあんまり強くしちゃうと強く通り過ぎちゃってよくないし、見てると分かるように魚のこう皮がありますよね。こう皮がバランスよくいってるかいってないかで、いいものは必ず正面に衣を立つっていうか、衣が真っ平らじゃなくて立つ、音がピンピンと音しましたね。こういう衣が立ってるでしょ。この真っ平らだと要するに火が弱いと、強いと逆に衣が真ん中に集中しちゃう。それは音で我々は判断してる。これは、トウモロコシの一本一本になるひげですから、これがないってことは香りがなくなっちゃう。はたいて振り落としてあげる。でどうですか。これはやっぱり30分以上かかりますよね。私はこれ焼き芋を目的としてるんで、焼き芋が美味しかったんで、それをこれで考え出したものですから、焼き芋のイメージがあるわけです。皮を真っ白まま揚げたら焼き芋じゃふかし芋みたいな形じゃない。焼き芋ってその香ばしさを出さない。そのためになると周りを焦がしたんです。焼き芋イメージ通り揚げてるわけです。だからイメージっていうのは大切なんですよ。でイメージがない人っていうのは基本通りやるだけです。やった時絶対に私たちはこう刺しませんからね。できたかできないかとかそういうこと一切しませんから。これが、要するに余熱で通った生でこう揚げた時、それを余熱を通っていっている。で全部通しちゃうとこれがもっと硬くなっちゃって美味しくないんで、わざとこういうふうにさして余熱を通して。僕らこう若い時に食べてて一個一個でこれをガバッとこう頬張るんですけど、そのためにそれをどうしたらできるんだろうということで、だから昔の天ぷらされてたのはこれを揚げたこと揚げてるんですけどね、ようじに刺して3粒揚げる。強く揚げてカチッとまとめちゃうともうそのままうまみがなくなっちゃう。だからこれが私の天ぷらの一つの技術であり考え方である。素材を大切にし、素材のものをいかにこう出してあげたいかってことは目的をする。どうですか。だからこういうのはなかなかできないですよ。もっと衣ががっぱりくっつけてやったり、こう一個ずつは衣ないでしょ、深いでしょ。だけどそうちゃんとついてるでしょ。小柱の掛け合って非常に難しいんですよ。で揚げると縮むでしょこれ。小柱が生きてるからこう。かき揚げの美味しい店で当たったことない人多いんですよ。僕らも当たったことないんだけど、美味しいってかき揚げだってね。みんなこうやって穴開けて油が生にならないようにっていうことばっかり書いて、油通しちゃったからだから油っぽくしかない。本質を忘れちゃって、小柱の美味しさの本質を忘れちゃって作ってる人多いですね。
これ以上硬く揚げちゃうと美味しくない。水っぽくもないし、だけどその背中身が必要なんです。完全にカチンと切っちゃって揚げちゃったらもうカチカチになっちゃって、いいものをみんなと分かっちゃう、それが僕の目的だから。天ぷらと油っぽいものだとそんなこと絶対ありえないよと。天ぷらってイメージなかった、もっと油っぽいで嫌だと思ったら、こんなに香りがあって美味しいものと思わなかったと。それだけ天ぷらでの相手を翻弄させる力を持っている。野菜嫌いの人が野菜好きにしたい。人参が嫌いな人いっぱいいるじゃないですか。それを食べさせる方法と考えて、それから人参は細かくすればするほど甘みが強くなる、香りがなくなる。だから人参が食べられやすい。人参キャベツよく食べます。食べやすい。人参キャベツよく食べます。揚げ方によっては全く味がマイナスになっちゃえばいい。揚げることによって素材をプラスしていくものでないとまずい。高級食材が美味しいってわけじゃない。例えば1000円のもので揚げると非常にうまみが出た。だけど1万円のものがそれが果たして全て同じかというとそうではないんですよ。そのものの真髄、要するにもうついてるものは美味しい。これが僕が世界に発信させたもの。こういう立体的なものなかったんで。私はまだ自分の80点だと思うし、要するに自分の未来性を考えてもっともっと改良ができるんじゃないかと絶えず考えてますよね。だからまだ完成じゃないですね。まあもし完成をしちゃったら僕はここにはいませんね。仕事辞めますよね。まだだから自分の要するに、こう座右の銘っていうのは僕は無心という字が夢の心、まだまだ前に進めるんじゃないかという。アスパラの俳句です。これアスパラなかなかいいよ、このアスパラの俳句はこれです。アスパラのうまさを引き出す天ぷらやうまさを引き出す天ぷらやそういう面白いでしょ。